一回これ600番で磨いて、ちょっとムラがあったんで、パフェーサー吹いてます。そのパフェーサーの上からメインのブルーイッシュブラックパールを塗って、そしてその上にクリアを塗ったワーターモーターのスムージング。こちらは今回はですね、ワイパーのユニットを外すと穴が開いてるんで、そこに今回はステンレスのメッシュとハンダコテを使って換気しました。はい、どうもこんにちは。派手な色の車に乗ってる人、性格は意外に人見知り。よろしくお願いします。はい。そうじゃないですか。違うんですか？あなたも人見知り。あなた車持ってないけど。持ってますよ。持ってこてるんです。何乗ってんの？ワゴン R。それ、私のだから。私のですね。仕事しないですけど、君、ジャイアンですか？何言ってんの？はい。ということでですね、本日はお待たせしました。って言っても待ってるかわかんないんですけども、ようやくですね、こちらのワゴン R、WR の車両が完成しました。こちらのわらしべ長者のワゴン R、WR、MH22S ですね。こちらの動画で、ビフォー動画をお見せしたんですけれども、今回ようやく1週間から2週間って言ってたのにもかかわらず、3週間ぐらいかかってたんですけども、ようやくですね、アフターの動画が紹介できるようなレベルとなりましたので、今回はわらしべ長者企画の車両の紹介の動画をしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、早速紹介したいんですけども、まずはですね、こちらのわらしべ長者企画車両のワゴン R なんですけども、どのような方が購入するのに適してるかなっていうのを先にお話ししたいと思います。まずは、この方ってやっぱ古いじゃないですか。古いんで、低価格なんだけども、程度が悪いのが多い。そして、じゃあ、低価格でもちろん買いたいし、この方のワゴン R がすごく好きだしとか、そういう人なんかに向いてると思います。ただ、やっぱりある程度綺麗な車に乗りたいって人なんかが、ボロボロで後々直してお金を出して修理するぐらいだったら、若干割高でも綺麗な状態を乗りたいって方なんかに適してるかなと思います。私の思いでは、どちらかといったら若い人、この方のワゴン R が好きなんだよとか、はたまたお金がないんで安い車乗りたいんだけども、それなりの綺麗な車を乗りたいっていう人なんかに向いてるかなと思います。あとは個人的には私なんかよりも同年代とか、それ以上の人なんかでも、程度のいい足車が欲しいとかっていう人なんかでも全然ありだと思います。私なんかよりも年齢上の人なんかでも、車を大事にする人すごく多いんで、そういう方なんかも、結果的にはオールマイティなんですけども、はい。誰でもいいんじゃねえかよ。私は正直、大事に乗ってくれる方に乗っていただきたいなと思います。このラパンみたいにね、ゆくゆくこういう風にしちゃわないような乗り方をしていただける方だったらいいかなと思います。で、大体ほら、やっぱ最初から汚いと、綺麗に起こすって大変じゃないですか。なので、普段、洗車とかするけども、さすがにポリッシングとか塗装とか、そういうのなんかちょっとどうなんだろうっていう人なんかには、なおにいいかなと思います。ようやくですけども、そちらの内容をこれからちょっと紹介したいと思います。それではですね、こちらのワゴン R のスペックをちょっと紹介したいと思います。こちらは、ワゴン R MH22S の WR ですね。そして、走行距離は11万2000キロぐらいかな。今は現状、もうほぼ移動してませんので、メーターが進むこともそうそうありません。はい。なので、11万2000キロ前後って思っていただければいいかなと思います。そして、私が手を施した作業内容は、まずは、やっぱり一番肝心のルーフですよね。ちょっと見ていただければと思います。はい。こちらの通り、クリアがもう剥げてて、一回これ600番で磨いて、ちょっとムラがあったんで、パフェーサー吹いてます。そのパフェーサーの上からメインのブルーイッシュブラックパールを塗って、そしてその上にクリアを塗ったと。これちなみに、当然缶スプレーなんかじゃなくて、ちゃんと二液型のウレタン塗料で塗ってますんで、市販の状態と全く同じだと思います。同時にですね、このリアスポイラーもかなり劣化すごいじゃないですか。うちのリミテッドもそうなんですけど、これも新しく塗り直しました。綺麗に
まあ、当然塗りましたんで、まあ、しばらくはまた純正の色を維持できるかなと思います。綺麗でしょ？こうハゲハゲだったもんね。それを全部うん。塗り替えて、うん結構綺麗になったと思いますよ。立派なハゲだったよね。そうそう、なんか私の頭がハゲみたいな言い方しないでください。そして同時にですね、まだまだやったことあるんですよ、マーブラは。はこちらもね、もう本当マイカーのようにガンガンやりました。はい。そして、まあご覧になって分かる通り、後ろのワイパーモーターのスムージング。こちらは今回はですね、ワイパーのユニットを外すと穴が開いてるんで、そこに今回はステンレスのメッシュとハンダコテを使って板金しました。はい。そして、その上にうっすらパテを塗って平らにして、その上からサフェーサー吹いて、ブルーイッシュブラックパール塗って、ウレタンクリアを塗ったと。なので、これも結構綺麗ですよ。ちょっと横から見てもらえれば分かるでしょう。結構綺麗でしょ。はい。これ、はい。穴探すゲーム。あら、探してもいいですよ。後ほど、私が懸念する内容っていうのも全部言おうと思ってるんで、そこら辺なんかは M さんの方から、あら探していただいても全然 OK です。これね。はい。なんかあります？穴わかるよ。わかるでしょ？これはですね、よく見るとわかるんだけど、ここにある。でしょ？これよく見るとわかるんだけど、これはですね、原因は、ハンダしたでしょ？で、パテ持ったでしょ？で、その上から色塗ってんだけど、そのパテが時間経つと痩せちゃうんですよ。で、ちょっと。それでちょっと中に入っちゃうから、若干よーく目凝らしてみると、あれなんかちょっとへこんでるみたいな感じになるんですよ。そうね、横から下から見るとよくわかる。上から見るとちょっと気持ちわかるかな。そう、だからうっすらなんだよね。だからこれすらも、いやもう冗談じゃねえっていう人なんかは買わない方がいいと思う。まあ言い方失礼かもしれないんだけど、適正じゃないかもしれないんだけども、当然私も売ってやるよっていう気持ちもないんだけども、買ってやるよっていう人にも買ってもらいたくないんで、そう、だからお互いに私は大事に欲しいっていう人に売ってあげたいなっていう気持ちもあるし、逆にユーザーさんの方は購入検討者の人は買ってやるよじゃなくて、すごくこの車欲しいっていう人なんかに買ってもらえたらお互いにウィンウィンかなっていう感じがします。そういう方に乗っていただきたいかなと思って、この車仕上げてます。だから、そういう人っていうのはやっぱりマイカーになった時に大事にするっていうのがもう目に見えてるんで、私がこの車のオーナーであるならば、これだけは全てやっておきたいっていうのを、まあ予算の兼ね合いもあるんで、できるできないもあるんだけども、正直、今回も赤字になってます。はい。大赤字です。だけどもやっぱりね、優先しちゃう。自分がオーナーだったらこれはやっとかなきゃっていうのを優先しちゃってるんで、正直前の前の赤字かなっていう。だから毎回車のわらしべって言っておきながら車のランク全然上がっていかないんだけども、最近話題の某中古車屋さんとかだったら、ドーンとね、すぐランクアップしちゃうかもしれないんだけども、私なんかは正直、やっぱり利益は本当に材料代ちょっとプラスアルファぐらいしか入ってこないんで、だからまああんまりプラスにはなってないんだけど、だけどやっぱり自分がオーナーだったらこれぐらいしておきたいっていうのを施してるんで、まあだいぶ気分よく乗っていただけるかなっていうふうに思います。あれですよね。はい。もう知ってるんですよ。何がですか？悪行を。悪行。はい。はい。何ですか？見抜いたんです私。はい。何の悪行ですか？これ穴埋めちゃいましたって言ってるけど、実はワイパー売り飛ばしたんでしょ。全然売れないし。その売り飛ばした金でこうシフト。利益を。ワイパーユニットだけでどれぐらいで売れるんだろう？多分ネットでも1000円とか2000円ぐらいだな。黄金のワイパーで売り上げる。ねえなの。まあとりあえずワイパーは使わないっていう認識なんで、私はユニットを除去してスムージングしました。で、ここもがっしり浸透して色塗ってますんで、とても綺麗だと思います。はい。それと同時に、ボディもそうなんですけども、ボディは、このスムージングした屋根塗ったリアスポイラー塗ったもそうなんですけども、これ、本当は私、プランの中では入ってなかったんですけど、全部部品外したときに、気になるところがあって、何？フロントバンパー。フロントバンパー？はい。ちょっと見てみる？私先に気になるところがあるんだけど。何ですか？だってワイパーないのに、おしゃれここは正直、ごめんなさい。コスト削減っていう意味と同時に、ここにバックモニター入れる人いるんですよ。私みたいに。だからあえて穴を残してます。穴を残すために、配線通すから。ロシアンノズルは売らなかったの？売らなかった。そう。バックモニターを入れた時にどうしても配線出るじゃないですか。それで、ここ通すっていうことができるんで、あえて残してます。なるほど。はい。それで、同時に、外しちゃうと、ここ穴、空洞開いたままになっちゃうから、テープ貼るとかそういうことになっちゃうんで、ここはあえて残してます。なるほどな。はい。なので、ここは、まあ、バックモニターつけない人はそのまんまでも構わない。正直、なかなか目にも入らないので、それであえて残す。はい。水は出るんだよね。水出ちゃいます。はい。ただ、つまみをビーンって回さないと出ないんで、誤ってるやつはそうそうないと思います。ここにおる。いるの？バカじゃん。
そんな感じで、今このような状況になってます。なんで、今、M さん言った通り、やはり私は隠したい、嘘つきたいとかっていうのは本気でないんで、せめて M さんが、今回ね、この動画、台本一切ありませんので、M さんに。いつもないけど。あ、いつもないか。ないです。私の頭の中で台本ある。あ、そう。なので、まあ、M さんがもう気になったところを全部言ってもらえれば、私は誠心誠意を込めてお話ししたいと思います。で、虚偽を。そうそう、虚偽をバンバン報告して、まあ、大丈夫なんだけど、顔が見えないから、これ本当にうさんくせえなっていう人なんか、買わない方がいいと思う。いや、顔見たいやつは、ここっぽいやでしょ。っていうか、私云々っていうよりも、何よりも、この車を気になる人は、本気で見に来てもらいたい。そうね。それで、ちゃんと目を通して、前回のこちらのわらしべ長者のスティングで、渡辺さんはもうちゃんと神奈川まで来てくれて、それで、原車確認してもらって、まあ多分ね、渡辺さんに聞いてみればわかると思うんだけど、どういう術で聞くかわかんないんだけども、聞いてもらえればわかる通り、原車確認の時は、もうすべて見たいところ全部見てくれって私言ってます。もうこれはもう紛れもなく言ってます。ジャッキアップしてもいいの？したけどしてもいいです。全然構わないです。私は別に隠すところもないし、だから、納得した上で買ってもらいたいんで、試乗するんだったら買うを前提じゃないと試乗できませんよとか、そういうことはないんで、ただね、これ、残念なことにこれナンバーないんですよ。試乗はできないけども、エンジンかけるとか、まあ、ちょっと敷地内で移動するとかだったら全然乗っていただいて構いませんので、ぜひ原車確認をしていただきたい。私は本当にさらさら隠す気ないんで、しかも、こんな YouTube で発信してたら、嘘ついてたら、すぐ叩かれちゃうから、そんなことやりません。とりあえず話、そろそろ戻していいですか？はい。ボディは、だから、リアスポイラーやった、ルーフを塗った、で、ハッチのゲートのところをスムージングしてイオンも塗ったと同時に、赤覚悟で、本来だったら塗る気はなかったんだけど、これフロントバンパーも塗り直してます。はい。そして、プランになかったのに塗ったのかっていうと、理由は、小傷があったんですよ。小傷っていうか、ちょっとえぐれ傷。それを、平滑にして、塗り直しました。そして、いわゆる純正色の塗料が塗られているところ以外に関しましては、ボディだけじゃなくて、ボディは最終的にそれ以外の部分に関しては、ポリッシャーでポリッシングしてます。研磨してます。なので、一応、完璧に表面加工ではないんだけども、ボディ全部を2000番の耐水ペーパーで、コシコシ磨いてって、全部磨いて、その後に極細のコンパウンドとかで磨いてます。さらに、その上に、フッ素コートの皮膜を作って、磨きっぱなしじゃなくて、コーティングは施してますので、まあ、水弾きはとんでもないです。今のところ、ジョロジョロです。これが、今話してた、新しく塗ったフロントバンパーです。フロントバンパー塗って、最初、確か結構、もう苔もついてた。ツヤツヤはしてなかった。で、あとね、ここの角のところに傷がすごいあったんですよ。おパンツ見えちゃう。ああ、やだ、エッチ。おばさんのおパンツなんて。あ、すいません。なんでちょっと、蚊に刺されたみたいでかゆくて。すいません。叩かれてほしい。はい。そして、もう、尺が長くなっちゃうんで、早く次行きますよ。はい。そして、まあ、このえぐれ傷のところも修正して直してます。綺麗だったね。確かに。まあ、新しく塗ってからね。これで汚いって言われたら困っちまいます。それと同時に、樹脂部分、あとここ、なんかも、全部、いろいろ考えた結果、樹脂復活剤とかいろいろあるんだけど、結局数ヶ月でダメになっちゃうんですよ。そうなの？そう、大体ああいうのって、一時的に綺麗に蘇るんだけど、やっぱりどうしてもダメなんですよ。あれは？はい。炙りは？炙りも、熱源定も心配だし、あとは、均等にできない。ムラが出ちゃうんで、小スペースだったらいいんだけど、こういう風にデーって長いやつに関してはちょっと適さないかなと思って、フラットじゃないしね。そう。なので、これはもう全部塗ってます。なので、というわけマットのブラックで全部塗り直してるんで、私の中では一番やっぱ塗るのが一番耐久性あるかなと思います。はい。なので、ここの枠と、ここと塗りました。そして、ボディも塗って、磨きもかけたって言ったのと同時に、ヘッドライト。これね、悪い子ね。これも汚かったんですよ。悪い目つきになってる。でしょ？ちょっとね、これね、普通の WR のプロジェクターとは違って、これ、120番、240番、400番、600番、800番、1000番、1200、1500、2000、全部削った後に、その後、ウレタンクリア、トヨタ202ブラックを 1% ぐらい混ぜたのを3層塗りしてます。クリアに黒をちょっと混ぜて。そう。そして、トヨタ202ブラックって、ちょっと薄めると、若干黄色みがかってるんですよ。で、よく、青がかったスモークもあるんだけども、私はどちらかって言ったらこちらのワゴン R はちょっと大人な雰囲気にしたかったんで、若干黄色みがかったスモークなんです。ちょっと若干黄色みがかってるのわかるかな？
それなんで、それを3層で塗って、さらにそれが乾いた後に、純粋なウレタンクリアを単層塗ってます。だから、層で言えばだいたい6層ぐらいにはなるんだけども、そして、これ正直、中、レンズの表面は綺麗になったんだけど、レンズの中はちょっとね、なんかゴミが入ってるんですよ。そうなの？そう、だからちょっとね、よーく見ると、ゴミが入ってるから、ちょっと汚いなってなんだけど、表面はもうその塗膜ががっちりとできてるんで、これももちろんウレタンです。なので、相当もちろん思います。耐久性はあると思います。あとはまた、もし仮に日差しが強いところでくすんできたってなっちゃったら、またちょっと表面を削ってあげれば、また元に蘇ると思いますので、洗車のたびにワックス塗ってれば、正直、半永久まではいかないけど、半々永久ぐらいまではいくんじゃないかなと思います。そして、ここのメッキ部分も若干の腐食があるんで、よーく見ると、ポツ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 ってあるじゃないですか。これなんかも一応コンパウンドで一回削ってます。なので、まあこれなんかも正直、その購入検討者がどこまで許容範囲なのかっていうのを捉えてくれればなと思います。そして、さらに、まだやったことはあります。今度、中に行きましょう。はい、じゃあ今度中なんですけども、中もご覧ください。こちらも、はい。シートとか、今これパッと見ただけじゃわかんないんですけれども、この画像でね、ご覧いただければわかる通り、シート全部外してます。そして、シートの下とかのゴミなんかも取って、きれいにしました。当然、この画像でやってるケルヒャのシートクリーナー、全部やりました。表も裏も全部やりました。ヘッドレストもやって、ご覧の状態になってます。私もう見つけちゃったよ。はい、何でしょう。アラを。あら、どうぞ。アラ見つけた。はい、どうぞ。前回やったのに、今回やってないの。ペダルが汚い。ペダルでしょうん。それはですね、ちゃんと意味があるんです。何よ。それは、まだこの車を移動しなきゃいけないんですよ。そう。なので、今、ペダルを何もやってない状態です。なるほどね。はい。ちょっと、私のスタジオも、車両がちょっといっぱいになりすぎてるじゃないですか。なので、この WR、この動画を撮ったら、ちょっと移動しちゃいます。なので、移動するために、どうしてもペダル踏んじゃうんで、それなので、今まだペダルをきれいにしてません。なので、これから移動し終えたら、ペダルをきれいにします。そしたら、納車までは一切踏まさねえよと。私がね、私が踏まないよという風になります。で、だから、このハンドルカバーも、これボロボロのやつなんだけども、ビフォーの時の動画で、これ外して、そこのも確か綺麗だったんだよね。そう綺麗だった。そうだよね。それなので、ほら、私が移動する時とかで汚したりとかも嫌だから、あえてこのカバー、ボロいやつだけど、つけたままにしてると。あとは、デッキの方は、これ、まあ、古い方のナビなんだけど、カロッツェリアのラクナビを施設しました。まあもちろん CD とかそこら辺の音楽聴くこともできるし、確かね、これ Bluetooth もできます。なので、そのまま使えます。当然、エアコンも全部、パネルなんかも照明なんかも全部ちゃんとつきますので、エアコンも、これオートエアコン。オートエアコンです。確かね。そうです。だから、外気温の温度も見れるし、はい。さらに同時に、この車両ちょっとエアコン弱かったんですよ。なので、一回新組み切って、クレーバス一から補充してます。なので、エアコンよく効きます。夜寝るのに持ってこい。全然、車中泊でも全然使う。ただまあ、エンジンかけっぱなしで車中泊ってあんま良くないんだろうけど。このね、バイザーも、これ純正オプションのワイドバイザーが、すでについてるんで、これもなかなかおすすめです。おすすめですっていうか、ついてます。はい。リアシートも見てみようか、じゃあ。ほら、リアシートも綺麗になったでしょ？黒いね。やっぱよく黒が入るね。はい。黒が入るね。そう。これなんかね、どうやらこのままある、特別グレードみたいで、いいやつなの？いいやつですね。シートが、ここのほら、ドアのさ、シートが違うじゃん、今まで。生地ね。これは私も、この車両を買ってこの柄見ましたね、初めて。シートも、このワッフル調のなんか。そう。エンボス加工みたいなね。はい。ね。なので、そこら辺なんかは、全部。この後ろのシートも当然、ケルヒャのクリーナーやってるんで、これも綺麗になってる。こういうところよね、汚いのって。それもないでしょ？綺麗にできてる。そこら辺も全部拭いたりとか、グリスが飛んじゃうから、拭うような感じで綺麗にしたんで。この辺ね、ほこりめちゃめちゃ溜まるところ。はい。そこら辺もやりました。マーブラ、頑張りました。めくっちゃう？どうぞ。ほら。綺麗になってるね。はい。あとは、メカニカル。メカニカルの部分は、エンジンオイルフィルターのアタッチメントのところからのエンジンオイル漏れ。それと、ATF のオイルパンからのフルード漏れがあったんですけれども、そこも全部直しました。
そして、まあ、フィルターのところ、エンジンオイルフィルターのところのやつは、まあ、パッキン交換するだけで、同時に、まあ、当然エンジンオイルも交換してます。新しく。それと、ATF の方に関しては、オイルパン外す状況になったんで、同時に、この動画でお話ししてた ATF のストレーナの洗浄もやってます。だからオイルパンの中もごっそりと鉄粉きれいに取り除いて、それで組み上げてるんで、バッチリと。ちゃんと、純正指定と互換性のある ATF を入れてるんで、バッチリと変速もしてくれますんで、ATF もまたしばらくは綺麗に変速してくれて、調子のいい状態で走ってくれると思いますので、これね、ATF のストレーナーの洗浄とかって多分数万円かかるんで、これ漏れてて正解でした。逆にやったから、しばらくは漏れることもないし、フレードも綺麗な状態維持できるんで、これはね、ラッキーな車両です。正直私、なかなかやりたくないっていうのもあるんだけども、フルードってやっぱ結構シビアっちゃシビアなんで、あんまりやりたくないんだけども、やりました。魂込めてるんで、やりました。またね。頑張った。なので、だからしばらくそこら辺の故障なんかもないと思いますので、オイル漏れとかはありませんので、ご安心ください。はい。あとは、ブレーキフルード。エア抜きも含めた全交換。リザーブタンクだけのフルードが入ってるのを抜き替えて交換で、はい、ブレーキフルード交換しましたよとか、そんなうさんくさい車屋さんとは違って、ちゃんとフルードもエア抜きして、それでタッチをよくしてますんで、ブレーキもちゃんとかっちり効きますので、安心して走行いただけると思います。やらなくてよかった私の努力の。やりますよ。ね。はい。私の努力は何だったそれと、さらにブレーキの関連で言えば、まずはこの後ろのドラムのカバー。これね、サビ還元塗料で、綺麗に黒く塗り直してます。はい。なので、めっちゃ綺麗でしょ。うん。光ってますよ。そうです。なので、純正よりも黒々として、サビ還元塗料なんで、塗膜がすごい分厚いんですよ。なので、かなり定期的に洗車すれば、これずっと維持できると思う。はい。この中を洗うの？ここの中洗うの？うん、この黒いところね。きちきり押さないでね。うん。この黒いところを塗り直しました。洗いよと。あ、たまにね。うん、たまに洗えば、タイヤ交換するときなんかに洗えば、綺麗なのを維持できる。で、リアやったでしょ？同時に、フロントのローターとキャリパーも黒に塗ってるんで、こっちも綺麗な状態で、だいたいここら辺ってブレーキダストとかで赤サビいるじゃないですか。だけど、全部塗り直しました。そして、後ろも前もなんだけど、この動画でほら、たわしでタイヤハウス綺麗にっていう動画あったじゃないですか。この車両でやってるんですよ。あ、そうだよね。これやったね。だからこれ、動画では右後ろのタイヤハウスだけしかやってないんだけども、これフロントも反対側のリアも全部やりました。なので、綺麗になってます。ほら、見ちゃいけないところ。見ちゃいけないなんか見ちゃいけないところなんかある。見ちゃいけないところ。そんなことはない。お前下ネタだろ、と。なんでだよ。まあそんな感じかな。あとはガラスも、前のオーナーさんが、ガラスをちゃんと綺麗に維持してなかったんで、あ、そうだね。ワイパーをかけた後のオーロラの後、なんかがこのガラスあったんですけど、それも全部研磨して、綺麗に落としました。そうね。なので、ガラスも相当綺麗だと思います。こういうところに、鱗がほら、そう。ないでしょ。つくんだけど、そういうのも。だって全部削り落としたもん。見えないね。こういうところに。だからあとは、ここを外したんで、ここの下って相当汚れてたりとか、ここの。これ外るの？そう。外したんで、これも塗ってあるから。ワイパーブレードも一緒に。全部塗ってあるから、塗ると同時にここ外すから。こっちの方が綺麗に塗ってるの？当たり前じゃん、私が塗ったの。はぁ？リミテッドはあなたでしょ、塗ったの。なんで塗ってくんないの？いや、今度塗るよ。いや、俺の車で。なので、まあこれをちゃんと綺麗に塗りました。はい。でも、悪くないでしょ。綺麗に塗れてる交換しとこうよ。いや、ダメだよ。これはこれでちゃんと、いや、ほら。これを欲しいって人にちゃんと提供する。そんなことないよ、ほら、塗った、ちょっと、味があって、あっちの方がいいって言うかもしれない。それはないね。ザクザクな感じの。味があるじゃん。はい、じゃあ、それでですね、ここの、なんかウォッシャーノズルのところもなんかこれ、元からついてたんだけど。これはこのままなの？そう、これはね、一応まあ、好きな人はこれつけとけばいいし、こんなんいらねえよって人はポコって、両面かなんかでついてるだけなんで、外してもらえれば。取ったら普通の鼻になるの？普通の純正の、そう、ウォッシャーノズルだけになるんで、かぶしてあるだけなんで。これでも取ったら、外のところがなんか、変な、こんな跡なんじゃない？あ、でもそれは軽くコンパウンドでこすってくれれば、普通に綺麗になります。目立たない？大丈夫。全然軽く何回か磨いてもらえれば、あと、まあ多分、それを気にする人ぐらいだったらコンパウンドでこするぐらいできるから、問題ないと思います。はい。
さあ、それではですね、これが一通りマーブラがやった内容なんですけども、それでは、マーブラが予算の兼ね合いでやりきれなかった部分、そして気になっている部分、それを赤裸々に全部お話しします。はい。先ほども言った通り、嘘もつきたくないし、隠したくもないんで、全部言いますんで、この車、ちょっと今のところいいなって思ってる人は、これをよく聞いていただいて、それでもいいじゃん。それでも俺乗りたいよ。私でも乗りたいよっていう人がいらっしゃったら、一声お声かけください。はい。それではご案内します。まずはですね、1点目。先ほどもちょろっと映ったんですけども、これです。これね、私が研磨で落としたんじゃなくて、これ多分何度か研磨してるんですよ。研磨してるから、ここ角のところって研磨するときって力がかかりやすくて削りやすいんですよ。それで削っちゃったんだと思う。なので、こことか、こういう端っこのところ、ボンネットのところとか、ちょこちょこっとね、剥げてるところがあるんですよ。剥げてるのね。うん。下地のベースの下が、アフェーサっていうのかな。そこが出ちゃってる状態になる。だから、あとは、ここのところが、なんかちょっと、前にちょっと押されたのかね。フェンダーがちょっと。そう、最初にここ一番気になって、そう。あとこういうのポコッと出てたところ。ここが塗装が割れちゃってるんで、だから正直、いや、そのまんまでいいよって人もいれば、いや、タッチアップしたい。または塗り替えてもらいたい。っていうのは、正直これ、マーブラはオプション制にしました、今回。ベースの価格から、それなんでだいぶ落とします。落としてる状態から、オプションで、いや、ここも直して、ここも直して、あれもやって、これもやってとか、カスタムパーツつけるでも OK ですし、そのまんまだったらそのまんまで私はお渡ししますので、予算の兼ね合いでこれマーブラできなかったんで、ただマーブラは本来は直したいというところを今紹介しています。次にですね、ホイール。これ今、ホイール違うやつ履いてるんですけども、これビフォーの時の動画は、こちらの今、ラパンに履いてる円形製の WR の純正ホイールなんですよ。なんですが、今、暫定でラパンが履かせるホイールがなかったんで、これちょっと拝借してます。ラパンの履いてたらずっとタイヤ履かせてるんです。それワゴンあるね、履かせられない。そう、それなんで、ほら、こっちゆっくり車検も取らなきゃいけないから。そう、だからそんなホイールなんか履かせられないんで、今、暫定のこのスタッドレスのホイールを履かせるんですけども、お渡しの時は、こっちのラパンの円形製の純正ホイールになります。はい、ちゃんとワゴン R に戻す時は、裏側も表側ももちろん洗浄してからちゃんとつけますので、ご安心ください。当然、走りませんので、タイヤが減ることもございませんので。タイヤのない子になっちゃうね。まあでもこれあんまりタイヤの溝がないんで、購入したら、タイヤの交換は1万キロ以内ぐらいには交換した方がいいかなと思います。はい。そして、次なんですけども、私、これ先ほどこの車結構グレード高いよとか、なんかオプションいっぱいついてるよって言ったじゃないですか。サイドミラーがブルーがかってるんですけど、これ、くすんでるんですよ。これを多分磨いたかなんかでくすんだと思うんだけど、これが一応オプションだから今現状で、これつけたままにやってるんですけど、ただやっぱり私のオーナーだったらこれブルーって言えども、正直どうなんだろうなっていうのがあるんで、たまたまあるんですけど、ここに純正のミラーが2つあるんですよ。俺を見る用の鏡じゃん。じゃないです。そういうものじゃない。だって作業中にここに俺を、これ俺見る用なんだ。違います。これは取ってある。俺の顔面を。じゃないんです。なので、左右ありますんで、もし、いや、このまんまがいいんだよっていう人だったらそのまんまだし、いや、やっぱりこれ変えたいなって人は無料で、純正のミラーで良ければ、純正の普通の色がついてないミラーで良ければ、これにも無料で交換しますんで。これ何ポコッと外してペタってするの？そう。パッコってすぐ、ネジも何も止まってないんで、そうなんだ。クリップみたいな感じでポコンとはまってるだけなんで。裏側見ててよ。これ、本当だ。これパコってついてるだけなんで、これ交換するだけなんで、もしこっちの純正が良ければ、無料で交換しますんで。今割っちゃうんじゃない？そう、だからあんま出したくない。鏡割るの得意だから。あんま触りたくない。それが今お話ししたでしょ。そしてもう一点、車内なんですけど、運転席のシートなんですけども、ここに、うっすらなんですけど、タバコの焦げの跡があるんですよ。本当だ。これがあるんで、これが気になる人はどうなんかなと思って。焼きが入ってる。はい。なので、でもこれ、タバコの匂いしないでしょ。でも他がないんだ。そこだけ？ないの。ここだけなんで、だからタバコ吸ってた車内なんだけど、タバコの匂い一切ないでしょ。灰皿はどうなってる？ないんです。灰皿ついてないの？ついてない。だからオプションじゃん。ああ、そうなんだ。灰皿ってオプションなんだ。だからカーショップでなんか買ったやつを使ってたからとかだと思うんだけど、焦げがあります。はい。ただ、匂いはないんで、キルヒャーで当然やってるから綺麗に。なんかタバコ吸ってる車あるあるはね、天井に焼きが入る。そうなんです。焼きは入らないんだけど、そう、これが次の問題点です。
今、映した通り、ルーフのここら辺が、シミがあるんですよ。そうね。そう。なので、これが、いやいや、やだよ、冗談じゃねえよ、マーブラっていう人。ただ、それ以外を除いたら、この車が興味深いっていう人なんかは、オプションにはなっちゃうけども、マーブラ塗れます。何で塗るの？私が一番今、お勧めしたいのは、墨汁。なんでって思うかもしれないんだけども、実は、墨汁って炭じゃないですか。なので、少なからずの脱臭効果があるかもしれない。かも。あとは、害虫よけ。害虫？蚊とか。炭の匂い嫌がるんで。そうなの？害虫って嫌がるんで、防虫効果が。それを嫌がるっていうのもあるんで、もしかしたら効くかもしれない。かもしれない。はい。それで塗ってれば、あとは、墨汁で塗ると、他の塗料なんかで塗った後って結構、ガサつくんですよ。だけど、墨汁で塗ったのが一番そのガサつきがマシな感じなんで、もしこれが気になるっていうんであれば、塗り直すっていうのもありです。または購入してから、どこかで、マブラなんか信用できねえよっていう方でしたら、購入してからどこかで塗り直してもいいし。ただ私はやっぱりそういうふうに安価で、かつできるだけ正確に。で、やっぱ今の持ち主だから、その車を知った上で何かをやるってなったら多分私が一番有利じゃないかなっていうのがあるんで、正直私は安かろう悪かろうはあんまりやりたくはないんだけど、この車を大事に乗ってくれるっていうんであるならば、やっぱり、まあ安くやってあげていいなっていうのがあるんで、はい。まあ一応そこら辺なんか考えて。ちなみに今ね、ミラーがね、すごくブルーに見える。ブルーでしょ？ここから見るとめちゃめちゃブルー。そう、だからこれが、やっぱ中には好きな人もいるんで。これ夜と昼でなんか違いあるの？いや、あんまないです。ないの？だから結構ブルーがかってるんで、これがいいって人なんかのために一応今つけてあるんですよ。だけど、やっぱり見づらいよっていう人なんかは、純正のミラー、無料で交換します。はい。そして次です。一応、かなり綺麗にはなったんですけど、これ、なんかね、子供さんが乗ってたと思うんだけど、ここね、なんかこぼした跡があるんですよ。ケルヒャーのクリーナーでかなり綺麗になりました。あとは運転席の下にもシミがあったんだけど、そこは正直、今もうシートつけちゃったんで見せきれないんですけど、まあ見えないところに、ちょっとなんかこぼれた跡があるというような感じになってます。だから一番今確認しやすいのはここです。ここが、こぼした。なんかうっすらあるのわかる？ちょっと黒っぽくなってるでしょ。なので、これが気になるっていう人はやめた方がいいです。はい。ただまあ、正直マットでも隠れちゃうんで、まあ正直私がオーナーだったら全然気にしないかなっていうレベルです。まあ、人それぞれなんで検討していただければと思います。そして、最後。これ先ほど今言った通り、多分台所の奥さんからどなたかが乗って、そして子供さんが乗ってたと思うんだけど、ここが汚いんですよ。このパネル。なんかね、なんか引っかいた跡みたいなのがあって、ここは正直、もうどうにもできない。交換するっていうのもありだと思うんで、ここの内張りの生地の部分。生地の部分は剥がして張り替えて新しいのに交換するっていうのもできますんで。ドアのこの内側のパネルを丸っとね。そう、それはできますんで。まあだから、いや、気になるっていうんであれば、マーブラもできるし、そのままでいいって人はそのままでもできますんで。これ塗り直しはできないんでしょ？塗ることはできないんだよね。何を？それはパネルは塗ったらどうこうとかじゃないもんね。いや、削って塗ることはできますよ。そうなの？でもマーブラほら、リミテッドここ黒く塗ったりとかするんじゃないですか。だからそういうのもできるんで、はい。そんな感じで、ようやくこの WR、完成しました。欲しいって方は、気になる方は、値段とかね、気になる方は、ご一報いただければと思うんですけども、一つだけ残念なお知らせがありまして、冷やかしが多すぎる。冷やかし？買う気もないのにいくらですかって聞いて値段言った瞬間、もう連絡一切なしとかが多すぎるんで、申し訳ないけども、本当に車が欲しい人、前いたの。何が？車見に行くって言って、見に来ました。全然もう、ぐるっと一周だけして、いや、僕の車こうなんですよ、こうなんですよって、ただ単に自分の車を見せたかったって人がいた。で、本気で、ただ単に自分の車の仕様を見せたいだけで、いや、ごめんなさい。それだったらそれで、普通に車を見てもらいたいんだったら見てもらいたい。普通にそれを言ってくれれば見ます。わざわざ、車興味ありますみたいな感じで見に来るだけ見に来て、興味もないくせに自分の車を紹介するんだったら、いらない。あれじゃない？もしかして。ほら、下取りで、見せに来たんじゃ何もそれ言って。だから、そういう方はいりません。本当に欲しい方、本当に今車探してて、また乗り換えようっていう方で、いや、これすごく興味あるって人だけご一報ください。原車確認はぜひしてもらいたい。全部伝えてるけども、もっともっと気になるところを見たいっていう人も中にはいるだろうし、
ただ私は正直嘘は言ってるつもりもさらさらないんで、全部ダメなところは、まあ今紹介した通りダメなところはダメで全部言ってるんで、ぜひ購入検討の方は原車確認してもらいたいな。そうだね。ただ冷やかしは本気でいらない。そういうの迷惑です。やめてください。本当に車購入を考えてるんだって人だけ見に来てください。これだけはずれずに言っておきます。あとなんかある？あとこれテールレンズもさらっとだけど、これコンパウンドで磨いてるんで、多分相当綺麗だ。これも黒にしたの？これは黒にしてません。これ純正のまま？はい。あ、本当だ。キラキラしてる。いいでしょ。あ、そうだ。なんかね、ちょっと端っこの方だけ苔がついてるんですよ。なんかこのテールランプって隅っこに苔が入るみたいで、一応ね、水で圧かけて出したんだけど、できなかったんで、ちょっと残ってます。ただ、まあ、パッと見気づかないと思う。はい。こんな感じで全部ありのままで話してますので、ぜひ購入検討の方は本気でね、欲しいなっていう人は、先ほど言った通り、買ってやるぞって方は結構です。で、私も売ってやるぞっていう気持ちはないんで、買ってくださる方が本気で欲しいっていう方がいらっしゃったら、ぜひよろしくお願いします。引き取り手を、ワンちゃんと同じで、大事に育てたいっていう方がいらっしゃったら、私も快くよろしくお願いしますって言いますけども、引き取ってやるよみたいな上から目線で来られちゃうと、私もお断りしますって、はっきりはさせていただきますので、欲しい方がいらっしゃいましたら、ご一報ください。なんかある？そうね、自分がほら乗ってる車のさ、備品をこっちに移植したいっていう時は？そうだね、同じワゴン、部品の交換？自分が乗ってる車の、ほら乗り換えたいから、今ついてる備品をこうできますよ、移植してだったら、それもやってくれるの？やりますよ、全然。だから、私もお店構えてるわけじゃないから、その人の予算具合とかできるできないなんか、はっきり言わせてもらいますので。あとこれ ETC ってじゃないよね。ETC ついてます。あ、ついてるな。はい。ETC ついております。はい。ぜひね、購入検討者の方がいらっしゃいましたら。だから、これがベースです。はい。このベースで、その先ほど言った、ちょっと気になる部分っていうのなんかを気にしないでそのまま購入されていくか。それとも、予算限られてるから、ちょこっとだけ、ちょっとごまかしで直してっていうのなのか、それとも、いや、気になるからもうまんま塗り直してくれとかっていうのか。それはもう、購入検討者さんのニーズに対応していこうと思ってますので。はい。はい。だから、ベースは安く。それから、直すか直さないかで、ユーザーさん次第で値段が変動していくと思いますので、ぜひね、本当に欲しいという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方から連絡をね、または LINE の公式アカウントが一番いいかな。だからやっぱり LINE ってなるとなんか、自分の LINE のアカウントを教えたくないっていう人いるかもしれないんだけど、公式の場合はこっち一切わかりませんので、で、こっちから連絡するってことも、相手から連絡来る以外は一切することないんで、ご安心いただければなと思います。ステルス YouTuber ですけど、別にそんなうさんくさいことをしてませんので、気軽に連絡くれればと思います。あとはハッチ開けたところとか。ハッチ開けます。この間、ゆういちさんの愛車紹介の時で私、ほら、実は見てるんですよって言ったじゃないですか。当然、やってますよ。ね、抜き打ちチェック入りますからね。はい。苔なんか生えてません。本当にやってるの？やってますよ。口だけじゃねえの？俺もつってるじゃないです。全部やってます。後ろはそんな、あ、でも、そっか、こういうトレオみたいな。なんだろうね。あんまこすると。そう、よくないけど。この辺もこんな感じ。はい。そんなにめちゃくちゃ汚いわけではない。年代層の汚れっていうかくたびれっていうのかな。それは正直ありますよ。あるけどね、そこまでもともと汚かったわけな。こういうところってすっごい、ほら、子供が触ってきたなと思って。ないし。するんだけど、これは、ないでしょ。目立ってるないから。ないですよね。あと、この、ギアの、この鱗もやっぱ綺麗に取れてる。鱗ないでしょ。これ取ったっつって。なんであっちは取ってないの？どこよ。あっちで見てたわ。リミテッド、いや、こっちでやってんだから。こっち自分の車みたいな感じでやってんだから、それはリミテッド手かけらんないよ。私一生懸命やってたのに。お前やってねえじゃないかよ。しょっぱなでじゃない口ばっかり。なんだこいつは。まあそんな感じで、当然毎回のようにやってますんで、ぜひ購入検討者さんいらっしゃいましたら、概要欄からね、ご利用いただければと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録と、ベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの素敵な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンにしていただければなと思います。加熱されたしてるんでね、お互い。そろそろ動画終わりにしましょうか。はい。されたよ。そうだね。はい。ということで。はい。いた？マジで？ああ！はい。ここに戻れる。はい。ということで、終わらせないといつまで経っても終わらないから。はい。ということで、またお会いしましょう。
しょう。さよなら。